外国人も K-POP に普通に入れるんですよね。それもちょっと意外というか、リーザさんも、ちょっと面白い人なんかなと思って、やっぱり、タイのとても、なんでしょう、一番貧しいっていうか、ちょっと貧しい地域、イサンから来て、ているらしくて、でもそこまでなんか K-POP のトップスターまで上がってるのはなんか面白いですね。私の友達はタイ人ですけど、お父さんの車に乗ると、すべての曲がリザの曲だった。お父さんが言ったのは、リザを尊敬しています。自分の夢を追いかけることで、なんかすごい偉い子になりました、みたいなことで、リザが大好きということが聞かれて面白いなと思います。ね、今ね、ベロニカさんおっしゃったように、その一つのロールモデルだけじゃなくても、世界中にね、その象徴的な存在として、こう、なんていうかな、光を放ってくれてるっていうかね、感じですよね。もうよくぞ韓国に来てくれたっていう感じですよね。もう本人も書いてますけど、K-POP っていうのは別にマルチエスニックになってるわけですよね。もう作曲家なんか、北欧の作曲家なんかもね、もう有名だし、沖縄出身のコレオグラファーとかね、あるいはアメリカの方なんかはもう当たり前だし、だから世界中の人が寄ってたかって作ってるっていうかね、もうそういう感じですよね。それがまあ、非常にいいとこなんじゃないかなと思いますね。ネットフリックスにね、ブラックフィンクの記録映画があるんですけどね、ジェニーさんが言ってるんだけど、アメリカのコーチェラっていうね、大きな音楽祭で、まあ、それはなんか2日間で2、3万人来るって言われてる大きな音楽祭があるんですけど、そこにブラックフィンクが出た時に、数千人の人がね、韓国語で、一緒に歌ってるんだっつってね、感動してるんですよね。もうそれはもう、泣けますよ、そんなの見てるとね。言語とか民族とかね、そういうことの壁を異質なものをもう寛容にみんなが受け入れてるっていうね、そこがまあ感動的じゃないですかね。一緒になって楽しみ方をまたファンがね、まあどんどん作っていって、このコーヒーカップの中、ここに巻くやつをね、作るとか、あるいは広告を出したりね、誕生日広告っていうのがあって、駅の階段にずらーっとね、スターのね、誕生日おめでとうしてるのをペタってお金出して貼ったりとかね、韓国ではそういうのいっぱいやってますよね。単に享受するだけじゃなくて、新しく楽しみ方自身もファンたちが一緒になって作るっていうところがまたこれが面白いかな。だから K-POP を音楽の一ジャンルではもちろんあったんだけれども、音楽の一ジャンルとして見るとね、どうしてもそこからはめて出てるものがあまりに巨大なのでね、そこやっぱり戸惑いがね、普通が生ずるんですよね。何これ、歌じゃなくて、歌じゃないじゃんとかね、あるいは、組み立て式じゃんっていうような、批判もあるわけですよね。でもそれはもう全く上がってないっていうか、つまり映画を見て組み立て式だって批判する人は誰もいませんよね。もともとそういうもんだから。だから K-POP ミュージックビデオっていうのもそういうものなわけですよね、最初からね。それを過去の20世紀の歌っていうのはこういうもんだっていう意識でもってみると、違うじゃないかっていうふうに、つい言いたくなっちゃったりね、まあ、当惑したり、あるいは批判したりっていうふうになるんだけども、それはやっぱり、もったいないかなと。一番面白いところを落としてしまう。つまり一緒になってこういうふうにね、踊ったりしているようなところっていうのを、今までなかったでしょっていうことなんですよ。私が言いたいのはね。要するに、ただなかったんじゃなくて、地球上になかった、つまり地球上の歴史になかったっていうところがもう大げさでも何でもなく素晴らしいところであってね。それは単に YouTube っていうものがあったから可能になったとかいう、そういう問題じゃなくて、そういうものの、意義を最大限に生かして、こうやって一緒に踊って楽しんで、まあ、語り合ってっていうことができるようになったんじゃないかと思うんですよね。音楽っていうジャンル、まあいろんなのあるんだけど、まあ100でも1000でもいくらでも書くことができますけど、そのうちにまあ、K-POP というのが誕生しますよね、音楽の中でね。それがまあ、やがてね、こんな風にね、成長しちゃったんですよね。つまりこれ今大きさを表してるわけじゃなくて、音楽という枠からね、はみ出てたってことを表すためにこういうふうに書いてるんですけども、そうするとはみ出てる部分がね、ここが、面白いわけなんですよね。まあ、声だの、音だの、光、身体性だの、共有性だのっていろいろ書いてますけども、要するに先ほど言ったような、アートの所有の仕方、所有のあり方みたいなのも完全に変わってしまっていて、まあ、それを私はまあ、K アートっていうふうに、名前がしょうがないからね、しょうがないから K-POP じゃなくて K アートって、えー、呼んで、呼んでるんですけど、だから、この
はみ出てることを含めたこの K-POP のね、存在のあり方っていうか、どういうふうに K-POP があって、存在してるのかっていうことに注目するとね、この事態のね、大きさがわかると思うんですよ。つまり音楽論としてだけ見るとね、まあ、ちょっと小さくなってしまう。まあ、ここしか見てないことになるのでね。要するにこれだと、ここってカーソル見えてますよね。ここだけ見せてもね、要するにこっちが見えないと面白くないんで、それで今、火山の皆さんが踊ってくださってるのは、ここを実践してるわけですよね。この共有をね。これがすごいところであって、これぞ K-POP であるっていう、ことなんじゃないかと思うんですよね。まあ、踊りですか？うん、すいでません。も踊りだけじゃなくてね、踊りを含めたいろんなことを共有するっていうことですかね、共にするってね。だから、もともとはその20世紀では、例えば絵画だったら絵画がね、美術館にあって、それ買ってきてね、自分の、ところに所有するっていう、そういうのが、まあ、アートの一般的な所有の仕方ですよね。あるいは、まあ、劇場に行って、その場で見て、そこで見て、自分が享受するっていうのはね、映画館に行ってとか。そうじゃなくて、今みたいに、自ら身体まで動かしてね、あるいは、動いて、出かけてってとかいうことまで含めて、共にするっていうのは、まあ面白いかなと。こんなふうにね、この本にはこういう歴史地図みたいなのを書いてるんですけど、これで言うとね、よく第一世代、第二世代、第三世代、第四世代って言われるんですけども、YouTube の時代ってのは第二世代の終わりぐらいから始まってるんですよね。だから結局、今、私が一生懸命言ってるのは、この第三世代、第四世代の人たち、つまり、エクソとか、防弾少年だ、BTS とかね、からのことを、まあ、主に言ってるわけでね、なんですよね。まあ、その前史はもちろんこうあるんですけどね、たくさんあるんですけど、この YouTube の時代がもう完全に、アートのあり方が変革されてしまったんだっていうことを、まあ、強調してるんですよ、本ではね。声なんでなんか歴史の仮名遣いを使ってますか？なんかあ書いてたんですけど、なんで素晴らしい。この文字よく使います？覚えておいてくださいました。その本にはね、書いてるんですけども、要するに、単に、今、その音声、音に関するね、いろんな学問とか IT 関連がものすごい進んでいて、人の声についてもかなり、軽量化、数値化してね、分析できるようになってるわけですよね。それで、ところが、その声っていうものの、そういうもので表せるところはね、普通の声って書いて、そうじゃなくて、機械で計量できないようなね、存在そのものに、その人その人の存在そのものに関わるような声をね、わざわざその旧仮名でこうやって書くからねって、この本ではそうしますよって言って書いてるんですよ。つまり、あの、その人がその人であることがわかるような声。それがその旧仮名の声なんですよ。面白いですね。確かに声って、そうですね。ロシア語でも両方使うんですよね。確かに。投票とかでもなんか声という単語使ってますので、ちょっと区別しづらいのはありますね。ルシャの単語なんと何ですか？ゴーラスという単語あります。それは声でもあるし、あと投票する1票、2票、3票とかでも声になるんですね。まあ、ゴーラスになるんですね。あと、何でしょう。あと、読者の声とかでも、なんか意見みたいな意味でも使えるので、いろんな意味で確かに使えそうなので、その人の声だったら歌声とか個性、まあ何でしょう。歌声ですね。なんて言えばいいんですね。まあ、歌手の声とか特定するんですかね。そんな感じですね。その単語の他にまた単語があるんですか？別の単語も。ないんですね、ないですね。歌ってる声だったら、それはそのそう意味がね、いう単語。そうなるっていうことね。そうですね。まあ、なんか単語、なんかなんでしょう。声の種類とかいろいろあるんですけれども、でもそれは多分日本語と同じく、例えばソプラノとかですね。なんかそういう、でもそれは声自体じゃなくて、その声の特徴ですかね。なんかどのような声してるんですね。でも、声は声ですよね。日本語の、なんでしょう、使い方一緒ですね。韓国語もどうなるんですか？韓国語はね、声っていう単語はね、喉と音っていう単語の合成語なんですよ。もうそれ、ええ
ソリっていうと音だったり、まあ声も含むんだけど音なんですよね。で、木っていうのは首でね、木ソリっていうと声になるんですけど、だから日本語みたいなそういう分け方ではないんですうよ。ん。関係ないですけど、ロシア語で動詞って何て言います？動詞ですか？名詞とか動詞の動詞。動詞はグラゴール。グラゴールね。グラゴール、グラゴール。それってもともと声っていう意味はないんですかね。語源は。ああ、グラゴーリ。あ、ちょっとあります。でも、あ、語るという意味がありますね。うん、なんか声というよりも何か語る、話すんでうん、すよね。もともとロシア語の文字なんですけれども、キリル文字なんですね。ですが、キリル文字が発明される前にもう一つのアルファベットがあって、グラゴレツァというアルファベットの名前ですね。それもその語るから発生しているのかなと思いますけど、グラゴリツというのは動詞で、まあ、グラゴールは動詞ですけど、グラゴリツは語るですね。昔々の言葉ですね。で、グラゴリツァというアルファベットは、この語るという動詞から発生したと考えられています。うん。野間先生はもともと言語を研究していらっしゃると思うんですけど、なぜ K-POP をやり出したんでしょうか。なんか、娘さんがそれ好きにはね、なったって聞いたん音楽はもですけど。ともとね、好きだったんですよね。音あ、そ楽が好うですか。きで、K-POP ができる前からもう韓国の音楽が好きだったので、韓国の演歌とかね、そういうのはかなり聞いてたんですよ。それから授業でもそういうのを使ってね、学生の方々と一緒に勉強したりもしてたんですよ。で K-POP の時代になると、ちょっとなんか半分ぐらい英語になっちゃうんでね、英語と韓国語が混ざってるんで歌詞が、あんまり使わなくなりましたけども、あとジャズがね、好きで、ヨーロッパのジプシージャズっていうふうにね、言われてるんですけど、ジャズマヌーシュって言ったりね、そういう分野のジャズが非常に好きで、まあ自分で下手なギターやったりね、してるんです。だから、K-POP もそういう意味でも、もう全く違和感なく受け入れられるというかね。だから韓国のK-POP じゃない韓国の歌も好きなのがいっぱいありますよ。フォークみたいなのとかね。だから日本でも、フォークとかそういうの、あとはアメリカだと昔のプロテストソングな、あとね、ボブ・ディランとか、ピーター・ポーランド・マリーとかそういうのがあったんですけど、高校時代にバンドやってたんですよ。なんかおー、どんな楽器ですか？かっこいギターい。ですね、ギターやってて。ですね。歌が下手なのでね、もう私が歌うとちょっと壊しちゃうからあんまり歌うんだけど。ギターはいいですね。でも今でもなんか作曲されるんですよね。いや、真似事ですから、あんまりね、もっといいのが作れたら、この付録につけた、本の付録につけたいぐらい CD 好きとかね、あるいは QR コードで止めるとかやりたいとこだけど、ちょっとそこまでは。その韓国語が読めない人にとっては、まあ、ファンの人がなんか翻訳して YouTube に上げたりとかしてくれてるのを見て、まあその意味を知るっていう感じなんですかね。ああ、そうですね。もともとね、ミュージックビデオに日本語もつけて、出すようなこともあるんですけども、もう大抵のものは、世界中でみんな自分の言語に、ファンの方が翻訳してね、ネットに上げてますよね。曲名と歌詞とかやるとね、もう大体出てきますよ。ただいろいろありますよ。もちろんね、素晴らしい翻訳からね、ちょっと違うけどなっていうのもありますけれども、もうそれ自体も先ほど申し上げたその共有の全く新しい形ですよね。皆さんがそれぞれのあり方で翻訳なさってね、出していて、それはすごく面白いんじゃないですかね。だから、英語圏とかスペイン語圏でもそういうものはかなり強力ですよね。韓国語のところを翻訳するっていうようなことをね、結構やってます。もともとね、もう複言語っていうか、多言語っていうかね、歌詞自体がもう日本語と英語と韓国語が混じってるとかね、中国語と英語と韓国語が混ざってるとか、そういうのはもういっぱいあるのでね、もともとそういうところに開かれてるようなのが K-POP なんじゃないかと思いますよね。だから韓国の歌を翻訳するとかじゃなくてね。韓国語の中にこういきなり英語が出てくるっていう、もうそれがもう当たり前になってるのでね。だからそれを見て、もちろん英語語話者はなんか変だなとは思うんだけれども、でもなんかその単語や句でもって、
なんかこういう感じのことを言ってるかなって、まあ、想像力を働かせながらね、一緒にまあ楽しめるようになってるわけですよね。その言語のあり方もすごく面白いんじゃないですかね。大体歌でね、言語を学ぶのは最高にいいですよ。電車の中で例えばね、日本語を例えば学ぶとしてね、電車の中では、こんにちは、さようなら、お元気ですか、いえいえ、とかやってたってね、ブツブツしちゃって、なんだろう、この人はとか思われますけどね、うさぎおいしかの山とか言って歌ってたらね、なんか、あの人、今日なんかいいことあったのかなってってこう許してくれるっていうね。それを歌は、歌詞は始めがあって終わりがあるのね、一つの物語にかなりのものがなってるので、記憶しやすいし、だからロシア語を学ぶときは私の先生がね、私にはなんかいきなりこの熱い言語学の本持ってきて、君これ読みたまえとか言って何も知らないのにいきなり持ってこられたんですけど、違う人たちにはね、韓国から来た留学生たちにロシア語を教えるときになったら、ロシア民謡で教えててね、私もそうやって習いたかったなと思いましたよ。でも民謡で習ったら、やっぱりなんでしょう、日常的に使えないそうね。言葉が多いのかなと思いますが、あとちょっと古い言葉とか混ざったり、特に、まあ、韓国とか日本もそうですかね、やっぱりその民謡で習うと、すごい面白い世界が広がると思うんですけど、でも後で会話しようと思ったら、もしかして会話できないかもしれないというのもあるんですよね。どちらかといえば、ポップのソングで、学ぶといいのかなと思いますけど、ただ、ポップソングもちょっと偏りがあって、やっぱり多くの歌はなんか恋について、愛についての歌が多いですよね。だけど、ただ、お元気ですかとか聞きたいだったら、電話番号は何ですかとか聞きたいだったら、もしかしても使えないのかなと思って歌は。いろいろありますよ。例えば、名前なんですかとか、電話番号なんですかとか、そういうのが歌詞になってる曲とかね。そんなの何ですか？流行りましたからね、昔。そうですか。なんか、でしたら問題ないかもしれない。いろんなのがありましたよ、とにかく。もう、こんなんで歌になっちゃうわけっていうようなのがね、結構ありますから、まあ、これからも期待できるんじゃないでしょうかね。なるほどね。この本でね、とりわけ言いたかったことは、単なる音楽プラスダンスではなくてですね、それ以上の大変面白いことになってるっていうことをまあ書いてるわけですよね。世界中がね、K-POP っていうものを共有してるっていうやり方が、このアートというものの所有のあり方を根底からまあ覆してるわけですよね。これまで地球上になかったあり方でもって、世界が一瞬にしてですね、曲だったり、一つのダンスだったりですね、というものを共にすることができるという、すごい、ことになってるわけです。つまりアートの私的所有っていう形が崩壊している。それが何によって K-POP によってっていうですね。で、それが一つ一つがすごく面白くて、とりわけそのミュージックビデオと呼ばれているものの作品自体が、ものすごく面白くて、ものすごいことになってるんだっていうことを、まあ皆さんと共にしたいんです。そういう思いで書いたんですね。で、その後もね、またいよいよ発展してるわけですよね。これ、もう、全然これで終わらないんだって本人も書いてるんですけど、まあその通り、もうガンガン発展していって、新しい曲が続々とね、世に出ると思うんですけども、そのたんびにきっと心得衝撃だったりですね、まあ、あっと驚くような衝撃だったり、いろんなものに遭遇すると思うんですよね。で、それをまた皆さんと一緒に楽しめるっていうことになると思うので、ぜひともですね、この本をですね、お読みいただけると嬉しいですよね。もちろんそれは違うよとかですね、まあ、まだまだというようなことも、お叱りもたくさん頂戴するかもしれないんですけど、そういうことを含めて、まあ、ご支援していただけると、本当に嬉しく存じます。